どうもこんにちは、ロックンクローラーズです。今週も週刊 RC クローラーやっていこうと思います。今週はね、ちょっと記事が多いので、ちょっと長くなるかな。ということで早速ね、芸者レーシングのこちらからやっていこうと思います。LCG シャーシ神風 V2 が登場ということでですね、神風というですね、芸者レーシングの、シャーシ1年前に登場しましたね。仙台模型さんとね、コラボした製品です。そんな神風が、バージョン2となって新しくねリリースされました。基本的にはですね、大きな、変更、ジオメトリの変更とかはなくてですね、このリアショックタワーのアジャストホール追加、フロントレールの形状変更、デュアルサーボマウント&パンハードマウントに対応ということで、ちょっとね、小さなバージョンアップ、マイナーアップデートという感じですかね。芸者レーシング。やっぱね、日本が誇る LCG、本格的なね、コンペティショナルな、LCG シャーシメーカーってことでですね、注目度が高いと思います。入手性もしやすいですしね、日本語でのね、質問とかにも答えてくれると思いますので、皆さんチェックしてみてください。そしてですね、これはまあ僕の希望的観測記事なんですが、そろそろですね、年末商戦、ブラックフライデーとかもありますし、クリスマスもあって、アメリカ問わずですね、世界中でですね、いろんな製品がリリースされる時期なんですけれども、僕的にですね、トラクサス、アキシャル、エレメント、RC ホイールドライブから、こんな製品出たらいいなっていうような、理想を述べた記事になります。詳しく話すとね、これだけでね、3、40分になっちゃうので割愛しますが、皆さんもね、新しい製品出たらお財布の紐緩くなっちゃうんじゃないでしょうか。そんな時期に突入していますのでね、セレクト、チョイス、慎重に行った方がいいかなと思います。そしてですね、続いてはですね、18分の1スケールのフーリーテック FX118 という製品の紹介をしています。フーリーテックはですね、ベトナムの RC のね、メカ製品のメーカーですね。主に、スモールスケール SCX24 のですね ESC とかモーターとかをね作って非常にね成長した会社なんですが、そこがですね18分の1スケールのラジコンカーの RTR を出してきました。ここはともとですね、いわゆるスモールスケールの LCG みたいな感じで競技的な車両を作るのが得意な、メカを作るのが得意なところでして、今回のこのパワーワゴンボディ搭載した18分の1スケールのマシン、これもですね、海外の、レビュアーなんかの動画を見る限りですね、かなり品質が高そう、走破性高そうな製品です。ちなみにですね、ブログを公開した後に仲間からですね、教えてもらったのが、これホビープラスっていうメーカーありますよね、中国の。そこの CR18P エボっていうね、製品とのコラボ製品らしいです。なので、アクスルとかはこの辺がね、流用されているそうです。シャーシとかね、この辺はフーリーテックのオリジナルのね、アルミの LCG シャーシですね。なかなか面白いんじゃないでしょうか。これでね、18分の1スケールは TRX4M と FCX18、そしてフーリーテックのこちらの製品。他にもね、ありますけれども、基本この3台が、なかなか優れたマシンなんじゃないでしょうか。今のところはね。ビッグニュースはこれ。RC4 ウィルドライブからロックレーサー登場しました。ミラーモータースポーツのプロロックレーサーの RTR 製品ですね。めちゃくちゃかっこいい、これは。RC4 ウィルドライブっていうと、やはりですね、アメリカントラックとかの、スケールクローラー、スケールトラックが有名ですし、人気があるわけですけれども、他にもね、実は重機、働く車系のですね、ラジコンなんかもかなり力を入れてますよね。そしてですね、こんなですね、ロックレーサーが実は出たというのがですね、結構驚きでしたね。スケールクローラー出てくるんじゃないかなって予想はしてたんですが、出るならね、でも今年はないかなって別の記事でも書いたんですが、なんと出たのはロックレーサーでした。ロックレーサーっていうとアキシャルのね、レースとか、あの辺かつて流行りましたよね。しばらくラインナップにもあったんですが、今はなかなかですね、ロックレーサーっていうのは現在のカタログとして入っているメーカーは少ないんじゃないかな。大手メーカーではね。ということで、こちらどんな製品なのかと言いますとですね、このエリック・ミラーさんっていう方が乗っているですね、これKOH カーですね。KOH っていうのはですね、キングオブハマーズってアメリカのレースですね、砂漠のレース、ロックレーサー、ロッククローリングレース、それの、出場マシンですね。それを、忠実に再現したですね、モデルとなっています。ロックレーサーなんですが、スケールロックレーサーですね。こんな感じでですね、いろんなですね、パーツ、
忠実に再現されていてですね、非常にスケール感が高い製品になっています。この辺は RC フォイルドアライブならではという感じですね。オイルベースは 354mm、全長がですね 620mm でかなりでかいんですが10分の1スケールです。こんなデカールもね初めから貼ってあるみたいですね。ブラシレスシステム搭載でですね、2速のトランスミッションもちろん搭載しておりまして、デフロックのねロックアンロックの切り替えもねここのレバーでね、マイクロサーボで切り替えができます。なのでマイクロサーボは3つついてますね。これが、499ドルってことでですね、なかなかいい値段じゃないかなと思いますね。安いと思いますよ。RC フォーウィルドライブのロックレーサー、これはほんとね個人的にめちゃくちゃ気になりますね。皆さんはいかがでしょうか。続いてはですね、アキシャルの SCX-103 のベースキャンプにですね、ディグ制御用のマイクロサーボを取り付けるために、マイクロサーボのね選定をしたよという話ですね。これもね長くなっちゃうんで、割愛しますが、僕はね TR4 というこのマイクロサーボを SCX-103 のラングラーの方にね、ディグと2スピードの、ね、ミッションの切り替え用に使っています。もう3年ぐらい使ってますが、ガンガン水に濡らしてもね全く壊れる気配もない、これはねマイクロサーボとして最高のサーボだと思います。トルクがどうとかは別としてね、そういう制御用にねなんですが、意外と高いんですよ。これ3、4千するんですよね。なので探していたらですね、こんなですねサーボが見つかりました。これ、同じですねパワー HD っていうところのサーボなんですが、 TR4 の2065っていうタイプですね。なんかバルク品みたいな感じだと思います。スペック的にはね、おそらく一緒、ケースとかが違うだけで2000円ぐらいでしたね。これを買って、装着しました。他にもですねマイクロサーボいろいろありますよね。いろいろあってですね、インジョラからも出てるし、これかホームズホビーとかね、リーフスとかシフトとかその辺からも出ているんですが、基本的にですね、こんな風にこの手のねマイクロサーボ、高品質のマイクロサーボが出てきたのはやはりですねスモールスケールクローラーのステアリングサーボ用にですね使えるからで、実は3年前にはですねここまで種類はなかったですね。なので結構今は、選びやすいという状態です。そしてねその流れでですねベースキャンプのキットにですねマイクロサーボつけましたっていう記事です。やってたんですけどね、ちょっとね大変なことがありました。SCX-103 のベースキャンプってここね、このサーボセーバーね、これ知ってる方多いと思うんですけれども、ラングラーとかのキットにはですねこれついてないんですよ。別売りなんですね。っていうのはスペクトラムのサーボ買わないとついてこないみたいな、なんかよくわからない仕様、謎仕様だったんですけれども、ベースキャンプには実はこれがついているということでね、ありがたかったんですが、実はですねこの出力軸ですね、これがですね買った軸がですね 5.6mm ぐらいで、多分ロボットとのねパーツとかああいうのに使う本当一般的なものはね 4mm なんですよね。径がちっちゃいんですよね。それでこの付属しているですねベースキャンプのキットのサーボセーバーは実はこの 4mm 用だったんですね。で僕が買ったのは 5.6mm なのでサーボセーバー入りませんということで、説明書通りの組み立てはちょっとできないということでですね、手持ちのねサーボセーバープラスチックのやつをねこうカットしてですね穴を開けてこんな風にねレバーを入れられるようにしました。これでねやればいいんですが、もう一つ問題があって、実はこのマイクロサーボをつけるとですね550ぐらいのサイズですね。これフュージョンなんでここに ESC が入ってるんでね、サーボセーバーが干渉するというですね、これまたですね残念な仕様でした。540サイズのモーターだったら多分干渉しないです。でも今550使う人多いのに、この設計どうなのかなっていうのはぶっちゃけ思いましたね。ただマイクロサーボ自体はこの位置でねちゃんとね、ディグのロックとねアンロック制御できるので大丈夫です。そして、新製品情報ですが、チームアソシエイテッドからですね12分の1スケールのモンスタートラックモンスター版というものが出ました。こちらですね、見た感じランチボックスっぽいですよね。サイズはですね 380mm 全長ってことで、これ12分の1なんで、そんなに大きくないですが、タミヤのランチボックスとほぼほぼ一緒ですね。タミヤのランチボックスもあれ12分の1なんですよね。僕ずっと10分の1かと思ってたら
12分の1なので、サイズ的にはほぼほぼ一緒です。シャーシの方はね、こんな風になってます。ランチボックスはですね、僕初めて買ってもらったラジコンだったんですが、次買うならこういうの遊んでみたいかな。やっぱアソシだしね、全然違うと思いますよ、走りは。そしてですね、これはもう動画とかね、その辺でも出してるんですが、FMS の FCX18、ランドクルーザー LC80 が登場したよってことで、写真のね、記事を書いております。これはね、レビュー動画とかもね、アップしているものもありますし、今後もね、アップしていく予定ですので、ぜひチェックしてみていただければと思います。そしてですね、強商の新製品情報の続報なんですが、ミニッツの 4x4 レディセット、トヨタランドクルーザー300。これがですね、強商のホームページで公開されております。LC300 のね、ミニッツってことでですね、待ち望まれていた方も多いんじゃないでしょうか。いつもとね、ちょっと違うテイストの動画をアップしました。アメリカのラジコンメーカーを巡る旅ということでですね、Google マップを見ながらですね、いろんなメーカーのですね、所在地、本社をね、旅するという企画になっています。ぜひご覧ください。そしてですね、これね、LED のグローランプ、これアリエクで買ったんですよ。300円ぐらいですね、この10個でね。それでですね、これヘッドライトに使えそうじゃないですかってことで、買ったんですが、店頭チェックしてですね、抜直ですね、3セルリポ抜直でこの感じで明るい。かなり明るい。熱も持つので、ポリカとかね、その辺だともしかしたら溶けちゃうかなとかあるんですが、使えるかなって思うので、ちょっと今度やってみようと思います。こういうね、LED カスタム、結構ね、楽しいですよね。そしてサーボですね。なんかね、この AGFRC っていうところのね、こんなね、カラフルなサーボを見つけました、アリエクで。26キロってことで、そこまでね、超ハイトルクってわけじゃないんですが、なかなか良さそうな製品などで紹介しました。しかもね、これね、カラフルなんですが、全部一緒のスペックです。ただ色が違うだけですね。なかなかね、こういう、カラフルな製品ってあるんですが、同じスペックで全く色違いだけっていうね、製品、なかなか珍しいですよね。スペック 8.4V までいけるので、最近のね、8.4V 対応の ESC 増えてきてますんでね、安心かと思います。8.4V で26キロってことですね。ただしですね、ケースはこれプラスチック製って書いてあるんですよね。なんか見るとアルミっぽい感じするんですけどね。もしかしたらね、これ上がアルミで下がプラケースかもしれない。そんな感じがします。価格49ドル99。日本円で7000円ですね。円安なんでね、こんぐらいになっちゃうんですが、7000円でこれかというとちょっと微妙なところではあるんですが、ちょっとね品質気になるところなので、機会があれば導入してみたいと思います。そして最後はこちらです。8分の1スケールのねデザートトラック、アーマのねモハベ 4x4 4S のね BLX デザートトラックというものが出ました。そして最後はこちらですね。アーマのモハベ 4x4 4S BLX デザートトラック8分の1スケールですね。アーマといえばですね、やっぱりね、速いマシン、速いオフロードマシン、バッシャーっていう感じですよね。で、こちらもですね、4セルの仕様の8分の1スケールってことでですね、チョッパーのマシンです。50マイル以上を出すそうです。時速で言うと80キロ以上ですね。でシャーシもね頑丈にもちろん作られていますし、このスケール感がある、デザートトラックってことでですね、トラクサスのね UDR だっけ、もっとでかいやつね、ああいうのも人気ですけれども、こんなね選択肢もあるんじゃないでしょうかという話です。ということでね、ちょっと長くなったかな。またね、来週どんな感じになるのか、新製品どんな感じのものが出ているのか、実はね、他にも新製品いっぱい出てます。ただね、僕が興味ないものとかもあるし、ちょっと時間的にねアップできないものもあって紹介しきれてないんですが、僕のブログはねニュースサイトではないので、全部を網羅しているわけではないので、その辺のところは、ご了承ください。それではまた来週。